こんにちは、オリです。今回はベーグルを作った時の動画です。モルト一次発酵なしでベーグルを作りました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まずホームベーカリーで生地を作っていきます。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、水の順に入れて15分こねていきます。スタート。こね上がったら12等分に分割していきます。今回は 72g に分割していきます。今回ベーグルの生地一次発酵なしで分割しているのでめちゃくちゃ生地が硬くて切りづらかったです。初めてベーグルを作った時、本当にこんなカチカチの生地がパンになるのかなと不安になりました。焼けた後も本当に大丈夫なのかなと食べるまで心配でしたが、食べてみるとちゃんとベーグルだったので安心しました。ベーグルって結構見た目は硬そうなのですが、中身がもちっとしていて不思議なパンですよね。分割できたら丸めていきます。丸める時も手首をぐねっとしそうな感じで結構大変でした。ベーグルって一次発酵する方法としない方法の2種類があるのですが、発酵するともっちり感が強いものとなり、発酵しないと歯切れがよく噛み切りやすいものになります。私は発酵する場合、ベーグルそのものに抹茶やココアなどいろんなパウダーを混ぜたり、中や表面にフィリングを混ぜたりつけたりしたものを、発酵しない場合はベーグルに味をつけるというよりは半分に切り、間に何かを挟んだりしてサンドイッチにした方がいいかなと思います。今回はプレーンなのでサンドイッチしたりするものをイメージして作ってみました。丸め終わったら15分のベンチタイムを取ります。おやすみなさい。ベンチタイムが取れたら成形していきます。まず生地を棒状に伸ばしていきます。一気に伸ばすと生地がちぎれてしまうので 2,3 回に分けて伸ばしていきます。今回生地を一次発酵していない分グルテンの形成が少ないので成形がうまくできない人の練習におすすめです。棒状に伸ばすときはコロコロ転がすだけだと生地に張りができず見栄えの悪いパンになってしまうので、押すときは力を入れて、引くときは生地を元の位置に戻すだけというイメージで伸ばしていってください。伸ばす時も横に伸ばしていくというよりは手を置いている部分を少し細くするだけをどんどん端までやって、中心に戻って端までやるを繰り返していくイメージでやってみてください。言葉で説明しようとすると難しいですね。伸ばせたら端を綿棒で平らにしていきます。平らにしたところをもう片方の端を包むようにリング状にしていきます。
ポイント。生地を伸ばす時に端を少し細くしとくことで、リング状に包む時にデコボコ感がなくなり、綺麗なリングになります。リングにできたら6個ずつ天板に乗せていきます。天板が1枚しかないのでバットに乗せていきます。焼くときは天板に移し替えて焼きます。天板に乗せれたら35度で30分から40分発酵させます。発酵できたら220度にオーブンを予熱します。予熱している間にケトリングをしていきます。2リットルのお湯に大さじ2杯の砂糖を入れます。生地を片面ずつ入れて30秒経ったらひっくり返し、もう30秒茹でていきます。今回室戸の代わりに砂糖を入れてみました。焼き上がった時のツヤ感をもう少し出したい時は蜂蜜で代用してみてください。ケトリングできたら焼いていきます。オーブンを200度まで下げ、15分から17分焼いていきます。焼き上がったらモルト一次発酵なしのベーグルの完成です。